あるですよ。はい、ということでですね、今回はですね、ダイアトニックコードについて、第2弾、よくあるコード進行、ここにですね、ちょっとフォーカスを当てて、シェア発表しようと思います。まあね、もうちょっとね、なぜ、まあね、こんなにね、ちょっとまあテンション高くしてるのかっていう、ね、理論について話すのが嫌だからですね。これがね、もう、ちょっと、ストレートに言いますけど、ちょっとまあ、理論ってね、やっぱね、説明するのが難しいんですよね。前のね、まあ、第2弾って言ってるのは、第1弾があるから第2弾のって言ってるんですが、当たり前だと思うんですけど、第1弾のね、このダイアトニックコード。これを見ないと、今日話す内容って、ちょっとわからへんと思うんで、まずはちょっとこっちをね、見ていただきたいんですけど、やっぱね、ちょっとこういう、まあ、いろんなことを、まあ私は、音楽のね、そういう、まあ、いろんなことを話してると思うんですけど、まあその上でね、やっぱね、ダイアトニックコードはね、やっぱね、ちょっと避けては通れないんですよね。これから、まあいろいろそういうね、なんかこういうアドリブ、なんかこんなんしたらかっこいいみたいな話をする上で、やっぱちょっとね、ダイアトニックコードの説明をね、ちょっとやっぱしとかないと、話がちょっと通じないんですよね。ということで、今後の動画、こう出した時に、まあ、詳しくはこの動画を見てくださいって、こう、見返すよって言ったらあれですけど、まあ、そういう感じでね、ちょっとね、一発こういう動画を作っとかないとね、まあ、ダメなんですけどね、やっぱね、ちょっと、ボキャブラリーがやっぱり少ないから、ちょっとなんか、やっぱね、ちょっとなんか、難しいですね。まあでもね、ボキャブラリーが少ないからこそ、逆に難しい言葉を使わないから伝わりやすいんじゃないかという私なりの理屈も存在してるんですよ。で、ね、そこをちょっとね、信じてね、今日、ちょっとね、こういう動画をね、ちょっと作ってみようかなって。まあね、頭いい人ってね、やっぱりね、難しい言葉を使いがちなんですよね。で、これはね、どの世界でもやっぱり言えることなんですけれども、私の場合は、難しい言葉を、まあ、使えないっていうね、まあ、単なるそういう、まあ、ことなんですけどね。まあ、それはさておき、やっぱりね、その前の動画の時にも言ったんですけど、いくらこういう理屈やからこうでこうでっていう風に、まあ、説明しても、結局、その感覚的な部分が伴ってないと、理論って本質的にはわからないんですよ。だから、おそらくこれは、皆さんね、座学みたいな感じのノリで、見ているのかもしれないけれど、絶対コードを弾ける楽器で、自分で耳で確かめないと、本質的には理解できないんで、こうなんていうんですか、フィジカルな部分って、フィジカルではないんかな、感覚的な部分。超音ですよね。そこをね、やっぱね、思ってるよりやっぱ鍛えないと、それはちょっと難しいと思うんですよね。もう鍛えられへんわ。ちっちゃい頃から音楽やってないからとか、言い出す人もいるんですけど、それはまたそれでちょっと違ってて、まあ、割かし、鍛えられるもんなんですよね。結構。やってったら。だからね、まあちょっとね、ある意味ちょっと自分を信じてね、ちょっとやってみてほしいんですけど、今回もね、まあちょっとね、こう、説明する系 YouTuber っぽくね、ちょっとね、コマンドにね、これね、出してね、ちょっと説明していこうかなという感じでございますね。地図チャンネル。はい。では、早速ね、参りましょう。まず、一つ目の単元なんですけれども、コードの響きの種類。まあ、このことについてね、まずご紹介させていただこうかなと思います。ダイアトニックコードって、7つあるんですよ。ってそこ、ってなるんやったら、ちょっともうこれは以前の動画を見てほしいんですけど、その7つのダイアトニックコードなんですけど、響きによって3種類に分かれてるんですよね。で、まあちょっと先にね、ざっくりもうドンと紹介しようかなと思うんですけど、それがこちら。はい。トニック、サブドミナント、そしてドミナント。この3つにね、コードの響きの種類が分かれるんですね。まあ種類って言ってますけど、タイプっていう言い方の方がいいかな。役割、まあなんかそのような、ちょっとニュアンスなんですけど、それぞれの、まあ響きの、まあ特徴をちょっと紹介すると、トニックは安定してる響きと。で、サブドミナントは不安定な響き。
そしてドミナントはとても不安定な響き。へーって思うじゃないですか。ダイアトニックコードって響きの種類3つ、どれに当てはまるのかみたいな話をもうね、結論すると、こんな感じですね。はい。この赤文字で書いてある部分なんですけども、トニック、サブドミナント、トニック、サブドミナント、ドミナント、トニック、ドミナントというね、役割がございます。で、これはC メジャーのダイアトニックコードなんですけど、まあじゃあこれで言えば、C メジャーセブンスは安定した響きになって、で、d マイナーセブンスは不安定な響きで、e マイナーセブンスは安定してる響きで、みたいな。で、例えば G セブンスだったら、とても不安定な響きでっていうことになると思うんですけど、C メジャーセブンスって、はい、これ安定してますか？そして、G、どうしようかな。サブドミナント、d マイナーセブンス。不安定な響きでしょうか？そして G セブンス。これは果たしてとても不安定な響きなんでしょうか？今これ聞いて、ああ、確かに、とても不安定だって思った人って、ほんまに思ったほんまに思った。それ胸に手当てて考えてみて。ほんまに思った。これなかなか、最初パって聞いて、そやなぁ、不安定やなって思うことって、まあまあ難しいと思うんですよ。で、私も最初は、ね、10年前はね、やっぱそんな聞いたって、そうかなーってちょっと思ったけど、まあなんか、そういうもんなんやなっていうのを、頭の片隅にちょっと入れといて、で、まあ、いろいろね、トレーニングしたら、だんだん、なるほどな、確かにトニックって安定してるなって、なんかね、分かってくる時が来るんですよね。ちなみに、この、トニック、サブドミナント、ドミナントってね、この3つのことをファンクションっていう言い方をするんですけれども、コードファンクションって言うんですけどね。まあ、真面目な人はね、覚えてもらったらいいと思うんですけど、別に演奏するときにファンクションっていう言葉をね、ちょっとなんか覚えてないと演奏はできないって別にそういうことじゃないんで、別にね、あと音楽のテストがあるわけではないですから。別にファンクションっていう言葉はね、どっちでもいいと思うんですね。覚えても覚えなくてもね。でもそんなことはさておきなんですけど、とにかくトニック、サブドミナント、ドミナントっていう、この3つの役割っていうのは、非常に大事なんで、これはちょっと覚えていただきたいということですね。はい、じゃあ2つ目。コード進行の仕組みについて、つまりコードの動きのことについてね、ここではね、ちょっとね、説明していこうかなということなんですけども、先に結論を言うと、こんな感じですね。サブドミナント、ドミナント、トニックっていうコード進行。これがね、ほとんど多いんですよね。不安定な響きから、とても不安定な響きになって、安定してる響きになるというね、感じなんですけれども、コード進行のゴールって、結局、安定してる響きなんですよね。つまり、トニックの響き。でも、物事って何でもそうじゃないですか。なんか、結構安定しているものに人は行きたがるじゃないですか。なんかね、やっぱ安定したいみたいなところあるじゃないですか。そういう感じでね、サブドミナント、ドミナント、トニックという、動きが多いわけですよね。もちろん、これだけじゃないこともあるんですけど、基本的にはそういう風に、思っていただくと、いいかなと思います。3つ目。よく出てくるコード進行。結局ね、いろいろくちゃくちゃ言いましたけど、よく出てくるコード進行は何なのかということでね、これをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。で、2つ目のチャプターの時に、サブドミナント、ドミナント、トニックで動くコード進行が多いですよ、みたいなことを言ったと思うんですけど、ちょっとね、C メジャーのダイアトニックコードの表で、これをね、ちょっと照らし合わせながら、なるほどって思っていただくといいんですけど、まず一つ目。私はね、もうね、しずチャンネルおなじみの、コード進行なんですが、はい、251でございますね。ってことは、どうなるんですか？
Dm7、G7、C メジャーセブンスっていうことになりますね。サブドミナント、トニックってなってますよね。まあ、この251は、おなじみ、ジャズに多いっていうことですね。あとはね、なんか、おしゃれなポップスとかに多いんですよね。なんか、ジャズではないけど、なんか、ちょっと、なんていうの、ジャズみたいな、雰囲気を持つこの楽曲は、みたいな感じで紹介されてそうなポップスとかにね、よく多いという感じですね。Dm7、G7、C メジャーセブンス。これ不安定な響きですかね。Dm7。次 G7。とても不安定な響き。ドミナントですね。次 C メジャーセブンス。でも一つ一つのコードを聞いて安定してるか不安定かっていうか、なんかそこはちょっと分かりにくいと思うんですけど、コードを並べて全体的に聞いたときに、確かに安定してるな、不安定だなっていうのって、なんとなく感じませんか？不安定かどうかはさておき、これDm7で、これ、G7で、C メジャーセブンス。なんか帰ってきた感じがしますよね。っていう感じでね。はい。まあ、そんな感じで、次は F メジャーセブンス、G7、C メジャーセブンス。これもね、どうですか？ちょっと表を見ていただくと、F メジャーセブンスはサブドミナントですね。で、G7 はドミナント。で、C メジャーセブンスはトニックですよね。これもちょっと弾いてみましょうか。F メジャーセブンス、G7、C メジャーセブンス、F メジャーセブンス、サブドミ、ドミナント、トニック、サブドミ、ドミナント、トニック。まあ確かに、大きく聞いてみると、C メジャーセブンスのところで、これもね、安定した感じしますよね。これはね、結構、ジャズではそんなに見かけないかなって思うんですけど、ポップスとかね、よく出てくると思いますね。で、あとは、これは多分ね、皆様ね、どうですかね、シズチャンネルでね、ヒップホップを聴いてる人はどんだけいるのかな、私多分、ほとんどいないんじゃないかなってちょっと思っちゃうんですけれども、3つ目に紹介するコード進行はこちらですね。F メジャーセブンス、G7、A マイナーセブンス。A マイナーセブンスもね、これはね、トニックなわけですよね。で、ちょっと言っちゃったんですけど、これは結構ヒップホップとかに多いんじゃないかなって思います。ポップスとかでね、もちろんあると思うんですけど、こういう感じですね。サブドミナント、ドミナント、トニック。そういう感じで、ちょっと3つね、紹介させていただきました。ということで、トニック、サブドミナント、ドミナント。ちょっとこの3つをね、ちょっと押さえといてほしいなっていう、説明動画でございました。はい、いかがでしたでしょうか？結局ね、私がなぜダイアトニックコードが、ちょっと大事かっていう話にもなってくるんですけど、メロディーとかアドリブとかって、何のキーなのかっていうのをちゃんと把握する必要があるんですよね。メロディーはまだ、楽譜に書いてある音符を吹けば音は外れないとは思うんですけど、じゃあアドリブってなんで難しいかって言ったら、何のキーなのかっていうのが把握できないから、やっぱ難しいってなると思うんですよね。で、そこでやっぱ必要になってくるのは、やっぱりこのダイアトニックコードの発想なんですよね。で、よく出てくるコード進行のところで、251とかね、いろいろコード進行をちょっと上げてみましたけれど、こうやって結局 C メジャーのダイアトニックコードの中の、251じゃないですか。じゃあ、このコード進行は C メジャーですよね。だって C メジャーのダイアトニックコードで構成されてるんだから。っていうところが、すごく
大事なんですよね。だから、これ何回も、ちょっと言ってるんですけど、ずっと前のね、動画とかでも言ってるんです。これはね、ちょっと初々しい感じもありますけれども、でも、そのね、よかったら見てもらったら別に、ちょっと恥ずかしいんですけど、でもね、重いっていうのは別に、もうこれはもう2回目ですけど、重いっていうのは別にこの時から変わってなくて、コードトーンだけでアドリブするって、もちろんね、その練習はいいとは思うんですけど、難しいんですよ。なんか、あたかも、アドリブ初心者がやったらいい練習方法みたいなノリで、コードトーンのアドリブをやってみましょうって言うんですけど、難しいんですよね。コードの部分だけにフォーカスするんじゃなくて、このコードの進行、コードの流れみたいなところが一番大事なんですよね。ちょっとコードについてね、コードっていうかね、音楽理論ですかね。その辺をね、理解を深めていければ、いいんじゃないかなという感じですね。ということで、ちょっと今日は終わります。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を。チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。